皆さんこんにちは。こちらは BOSE 501Z です。発売は1988年。当時の価格は11万8000円でした。小型のキューブスピーカーとシャドーベースボックスに分かれたユニークなシステムです。キューブスピーカーが作る間接音とシャドーベースボックスの豊かな低音によってコンサートホールの再現を目指したモデルです。今回はこのシステムを解析して BOSE の音の秘密を明らかにします。このモデルの主なスペックは次の通りです。キューブスピーカーの口径は 5.7 センチです。シャドーベースボックスの中に16センチ口径のウーファーが2個入る構成です。重さは7キロで厚みが17センチしかありません。薄型軽量のサブウーファーです。許容入力は BOSE らしいスペックです。ピークで 300W 入るシステムはそう多くありません。アクースティマス方式というのはウーファー前後の音をそれぞれ周波数を少しずらしたヘルムホルツ共鳴器に接続する BOSE 独自の方式です。今回はこの仕組みを詳しく解析します。前回はこのシステムの中身を観察してインピダンス特性を確認しました。共振点が2つあります。1つ目は 40Hz、2つ目は 85Hz です。アクースティマス方式はこの2つの共鳴で低音を増やす仕組みですが、果たしてその通り機能するでしょうか。今回はこのシステムの音の測定結果を見ていきます。こちらはシステムの総合特性です。低音は 55Hz 付近から出ています。低い方の共鳴周波数は 40Hz でしたが、ほとんど出ていません。40Hz の共鳴は歪みの低減に役立っているようです。200Hz から 300Hz にかけて大きな谷があります。確かに低音が出るけど少し変な音に聞こえるのはこれが原因です。キューブスピーカーのリフレクティングをオンにすると広域が減りますが、長官ではほとんどわからない変化です。こちらはリフレクティングをオンにして上のキューブスピーカーを後ろ向きにした結果です。忠実再生から離れますが、間接音が増えてコンサートホールのような響きを実現できるでしょう。こちらはシャドーベースボックスとキューブスピーカー個別の特性です。クロスオーバーするところがつながっていません。これが谷の原因です。こちらは上側キューブスピーカー単体の特性です。低音が全く出ない特性です。指向性も良いとは言えません。忠実再生を求めるなら他のスピーカーと変えた方がいいでしょう。歪みを見ていきます。低音の歪みが優秀です。16W で 10% を超えません。キューブスピーカーの歪みも十分小さくなっています。大音量を低歪みで再生できるシステムです。この辺りの歪みが大きいのは特性に谷があるせいです。
1W の線に見える鋭いピークは微粒付きです。蓋の合わせ目にガスケットがありません。一部分にテープが貼ってあるだけです。これが微粒付きの原因でしょう。スポンジのガスケットを入れて対策します。このシステムの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は今回のスピーカーの音です。コンサートホールの再現を目指した BOSE 501Z はどんな音がするのか、それではお聞きください。古いピアノにもたれてうたた寝してる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。BOSEの 501Z はどんな音だったか、感想をコメント欄でお聞かせください。
当時のBOSEは忠実再生とは違う方向でいい音を目指すメーカーでした。このシステムの特性はフラットではありません。忠実再生の視点で見ると問題がありますが、このスピーカーが作るコンサートホールのイメージは他社製品にはない音の価値と言えるでしょう。ただしコンサートホールの再現性は部屋の響きに左右されます。国内の一般的な室内ではBOSEが意図したようなイメージはうまく再現できない場合が多かったように思います。BOSEのアクースティマス方式は小型の筐体から質のいい低音を出せる仕組みです。薄型軽量でこれだけの性能を持つサブウーファーは現代でもほとんど見られません。しかも低歪みで大音量再生が可能です。シャドーベースボックスの置き方には注意が必要です。床にベタ置きして壁に押し付けてしまうと低材波が増幅されてまともな低音が期待できません。低音の出口は壁から離して床から60センチ持ち上げる必要があります。薄型軽量の特徴を生かしていろんなところに置けます。例えばテレビの裏に設置すれば低材波の問題を回避してホームシアターに質のいい低音を提供できるでしょう。BOSEの 501Z は質のいい低音を大音量で再生できる数少ないシステムです。このモデルは構造がシンプルで改造しやすい形にできています。そのままでも音楽を楽しめますが、高音質を目指して手を加えていくのもいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。